こんばんは、アドベースフィリピンの修二です。今日は会社の仲間のジョージさんが実は DJ をされているので、そちらに遊びに行こうと思います。遊びに行くクラブの名前はルーフトップバーでパイと言います。こちらが今こちらの方にありますので、今から行っていきます。こちらはネオ東京といっていろいろ日本の食堂などがいろいろあります。めちゃめちゃ美味しいです。もう下の階にはですね、うどん屋の恵比寿っていうところがあって、めちゃめちゃおすすめです。もうコシもあってバリめちゃ美味しいです。でルーフトップタワーは3階にありますので、今から行っていこうと思います。それでは今から会社の仲間のジョージさんにインタビューをしていこうと思います。実は DJ をされているので、いろいろと深掘って聞いていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、DJ ジョージという名前で DJ をやらせていただいております。普段は、アドウェイズフィリピンの方で、働きつつ、週末たまにこうやって DJ をやっております。ありがとうございます。なかなか DJ されてる社員って本当にいないと思うんですけど、めちゃめちゃ珍しいなと思ってて、 DJ を始められたきっかけとかお伺いしてもよろしいですか。はい、もともとは大学時代にバンドをずっとやってたんですけど、そこでそのバンドの部活の中に DJ をやってる人が1人いて、そこで初めて DJ っていうものを見て、でかっこいいし、あとバンドと違って1人でもできるから、なんか自由そうでいいなと思って、そこから始めました。確かに DJ されてるジョージさんめちゃめちゃかっこいいです。本当に。ちなみになんですけど、セブンに来たきっかけとかはありますか。はい、もともとずっと日本の方でクラブ DJ として働いてたんですけど、そのクラブが一旦閉店することになって、でやることがなくなってしまって、でそのタイミングでふとセブ留学に行こうと思って来たのがちょうど1年前くらいなんですけど、そこでセブに留学に来て、こっちの環境がすごい好きになったのと、あと DJ の他にもちょっと新しいことを始めてみたいなと思ったのがきっかけです。ちなみになんですけど、アドウェイズフィリピンはどうやって見つけられたんですか。ですね、その留学してた時にこっちにあるなんか日本人向けのチラシみたいな雑誌みたいなのがあって、そこでたまたまアドベースフィリピンの求人を見て、こんな会社あるんだと思ったのがきっかけですね。実際に入られてみて仕事されてどうですか。そうですね、今までとやってた仕事と全然なんか系統が違うというか、そうですね、広告業界全く今まで知らなかったので、なんかすごい正直難しい仕事だなっていうのを普段もう日々感じつつ、なんとか頑張っております。ありがとうございます。会社でのジョージさんって結構なんかおしとやかだなとか謙虚だなという感じがするんですけど、今 DJ で見るともうジャラジャラのもうなんかいかにも DJ みたいな感じされてるんですけど、ぜひなんか会社でもそれしてほしいなと思うんですけど、なんでしないかとかっていう理由とかはありますか。いや一応 DJ の時は人前に出るっていうのもあって、最低限のおしゃれというかなんか綺麗な格好はしてるんですけど、もともと根がすごい人見知りというか、あんまり喋るのが得意な方ではないので、多分会社にいる時の方が割と普段の僕の感じだと思います。そうなんですね。初めて来る前にそのジョージさんのことを聞いてたので、で Facebook とか Instagram で見てて、でめちゃめちゃチャラい人なのかなと思ったんですけど、実際に会ってみてめちゃめちゃ根が優しい人なんで、なんかめちゃすごく安心しました。ちなみになんですけど、そのセブンに来て何かカルチャーショックだったりとか、なんか
言語の障壁だったりとかそういったのを感じたことはありますか？そうですね、もともとその留学に来たっていうのもなんか、これから一旦 DJ はそのクラブが閉店してなくなってしまったけれども、これからも DJ していくにあたって日本ってやっぱインバウンドのお客さんもすごい増えてて、もしこれから日本で DJ 続けていくってなったら、英語を喋れた方がいいなと思ったのがきっかけで留学したんですけど、それまで全く英語喋れなくて、もう本当高校時代までの英語で止まってたんで、全然英語今でも全然喋れはしないんですけど、なかなか普段の生活でもちょっとなんとなくの意見は伝えられるんですけど、全然何言ってるかは分かんないので、ちょっとリスニングは全然まだまだで、ちょっと生活に関してはちょっとまだまだ修行が必要だなと思ってます。じゃあもともとセブンに来てその留学に来た理由も日本に帰ってからその外国の方向けに DJ をするだったり音楽で楽しませるっていう理由があって、それで英語があったらその自分として味が出せるなと思って来たっていう風な形ですか？じゃあ将来的には日本に戻ってその海外向けの DJ だったりとかもしたいっていう風な形ですか？そうですね、もともとこっちで英語勉強して日本戻ってまた DJ 続けられたらいいなと思ってたんですけど、その留学した時にこっちの環境がすごい好きになって、一旦こっちで住もうと思って今働いてるんですけど、そうですね、将来的には多分、そのうち日本には戻ると思うんですけど、まだあんまり正直この先のことはあんまり考えてないというか考えれてないですね。この先多分日本戻ってまた DJ するのか、それとも広告業界し続けるのか他の仕事するのか、ちょっとまだ考えてないですね。ありがとうございます。確かにいろいろとやっぱインバウンド進んできて外国の方が来られるので、それを音楽で楽しませるっていうのはものすごく需要のあるような仕事だなと思います。ちなみになんですけど、東京で DJ をされてた時は外国人の方と日本人の比率で言ったらどのくらいでしたか？そうですね、やっぱりまだ日本人のお客さんの方が多いと思うんですけど、僕がいたクラブだったら7割日本人3割外国人とかそのぐらいだったと思います。ありがとうございます。ちなみに外国の方に受けるようなその音楽だったりリミックスはありますか？外国の方に受けるファストフリオスだったらそうですね、ワイルドスピード系の曲はもう大体どんな方にも受けますね、はい。ちなみにめっちゃこれが好きだなっていう曲はありますか？なんだろう、めちゃめちゃむずいな。これを流している時はもうテンション上がる、これは絶対に組み込むみたいなのがあれば教えてください。バッドホップとかエミネムとかエミネム、そうですね、バッドホップとエミネムとかは結構、かけるんですけど、なんか一応どんなジャンルでもできるんですけど、一番好きなのはヒップホップよりかは EDM とかハウスっていうジャンルが僕はすごい好きですね。ちなみになんですけど、その DJ をしててこの方はすごいなみたいなのが日本だったりとか海外にいらっしゃったりしますか？そうですね、日本でずっと働いてたクラブの、すごい大先輩の方とかいるんですけど、もう本当になんか何でもできるし、なんかその場のお客さんに合わせた選曲もできるし、なんかあとはそうですね、なんかワードプレイっていうミックスの仕方があって、前の曲の使ってるなんか声ネタと同じなんだろうなフレーズでつなげたりとかっていうのをされてる方がすごい上手い方でいるんですけど、すごい尊敬してますね。いろんな種類のその音楽の流し方だったりとかがあるんですね。すごい、ありがとうございます。
でもちょっと重複するんですけど、将来の展望について教えていただいてもよろしいですか？そうですね、とりあえず今は広告業界で働いてるので、将来広告業界に残るか今のところ分かんないんですけど、今ひとまずは広告に関するスキルをつけて、DJ 戻るだったら DJ もやりつつ、そのお店で DJ するのであれば広告のとかスキルとかも必ず必要になってくると思うんで、今広告のスキルをしっかりつけてその仕事でも活かしたらなと思ってます。ありがとうございます。めちゃめちゃ真面目に回答していただいて本当にありがとうございます。ジョイさんの素が本当に願い優しい方なんだなってことが分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんですけど、YouTube されてるじゃないですか、僕夏、あれ始められたきっかけとかって教えていただいてもいいですか？DJ のリミックスもあったりとか、いろいろセブを紹介してるものだったりとかもあると思うんですけど、友達と一緒に始めたっていう風な形ですか？そうですね、メンバー3人、僕含めて3人いるんですけど、2人とも DJ 仲間で、1人は DJ の後輩ともう1人は DJ の先輩でやってて、DJ じゃない YouTube 始めたのが2020年なんですけど、そうです、ちょうどコロナの時期で、僕ら3人がいつも一緒に DJ をやってる仲間だったんですけど、そのうちの先輩の方が僕ら2人のことをすごい面白がってくれて、そこでじゃあ YouTube やっちゃわないみたいな感じで誘われて、でそのタイミングでちょうどコロナも重なって、コロナの時期ってもうクラブが全部閉まってて、もう DJ する場所がないみたいな感じだったんですけど、そのタイミングでちょうど YouTube 始めて、DJ のこともやったり、あとふざけたこともやったりして、オンライン上のファンをつけていこうみたいな感じで始めたのがきっかけですね。ちなみに YouTube 上のその僕ナスのジョージさんのキャラとして変態キャラで言ってるんですけど、あれはどうやって決まったんですか？自分から打診した感じですか？それとももうこのキャラで言った方が面白いみたいなことを友達に言われて始めた感じですか？それで言うと、もうこのキャラで言った方がいいっていう風にみんなで話し合って決まりましたね。もう全然そんなキャラじゃないのでびっくりしてますちなみになんですけど、 YouTube 名のその僕夏は何か由来で作られたんですか？映画だったりとか本だったりとか、どっからインスパイアされたのかなってことをちょっと聞いてみたいなと思います。あれは動画のなんでしょうね、動画の傾向的に面白いことをずっとやってるので、僕夏っていうゲームがあると思うんですけど、それと被ってしまうんですけど、ずっと大人になってもずっと夏休みみたいな気分で楽しめるんだぜみたいな意味を込めて僕夏っていう名前にしましたね。ありがとうございます。確かに大人になっていくうちにつれて童心を忘れて遊び心みたいなのが減っていく感じがするので、ものすごく僕夏っていう名前がいいなと思いました。ありがとうございます。じゃあ最後に締めのやつ取りますか？今回はアルウェイズフィリピンの社員の DJ をされているジョージさんにインタビューをさせていただきました。また次の動画で会いましょう。バイバイ